今から2つの単語を言います。そこから何かを連想してみてほしいんです。トウモロコシ、製品、何か思い浮かんでくるでしょうか。例えばコーンスープ、ポップコーン、こういうようなものを思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれません。これはもちろんですね、答えのある問いではないので自由に発想してみてください。はい、ここに少し情報を追加していきます。まずは地理的に考えを広げてみます。トウモロコシの最大輸出国はアメリカですね。今度は歴史的に広げてみます。原産地はメキシコあたりで、これが大航海時代に世界中に広まっていった。私が生まれた時、地球は40億人ぐらいでした。それが今や80億人に到達しようとしている。それと相関してトウモロコシの生産量は増えているということもあります。そのトウモロコシ、大規模に作られるんですよね。見渡す限りのトウモロコシ畑。どうやって作られるのかというと、地下水を汲み上げて作るんですね。アメリカの穀倉地帯ではこれから10年から20年の間に水源が枯渇してしまうんじゃないかと、こういうようなことも言われています。トウモロコシは誰が食べてるの？人間以外にも食べられています。先ほど最大の輸出国のアメリカと言いましたが、その何倍も飼料、牛さん、豚さん、鳥さんが食べているということですね。またこのグラフ、2009年にぐっと伸びているのがエタノールを作ってるんですね、トウモロコシから。なんでエタノール？エタノールからはですね、バイオ燃料を作ってるんですよ。なるほど、育つ時に CO2 を吸収して育つから環境にもいいんだね。でもその一方で世界で飢えている人がいるのにもかかわらず、食べられるトウモロコシを燃料にしちゃうなんていかがなものか、こういうような批判の活動もあります。最後、我々も直面している物価高、トウモロコシもですね、かつてないほどの価格上昇が起きています。10年前の2倍ぐらいですかね。戦争の影響もあるとは思うんですけど、戦争の影響じゃないことだけじゃないことも分かります。さて、戻ってきました。最初に皆さんが考えられていたイメージと情報をインプットしてからのイメージ、ちょっと変わったんじゃないでしょうか。私たちは毎日毎日膨大な情報を摂取して生きています。しかし情報は情報に過ぎない。インテリジェンスではない。インテリジェンスって何やねんと。インテリジェンスっていうのは自分軸での洞察力です。昔古代ギリシャの人がですね、夜空を見上げて星々を見て、そこからそれを線で結んで星座のストーリーを紡ぎ出していった。そういう感じでですね、我々も日々の情報から、それを自分軸で解釈することによって意味のあるストーリーにする。そういうことによって我々は情報を活用している。そのためには脳が持つ洞察力という力が欠かせないんですね。そこで、今日はですね、福沢諭吉先生尊敬してるんですけれど、なんとちょうど150年なんですね、学問のすすめを発表されてから。ここで、今日福沢先生が生きていらっしゃったらこんなこと言うんじゃないかなということで、インテリジェンスのすすめ、として準備してまいりました。私はですね、小田正人と言います。国際的な情報を提供するウェブサービスのルールウォッチャーというものを発明しました。人工知能を使って世界中の政府などが発表するルールに関するビッグデータをまとめて見える形にして提供しているんです。今やこれはですね、サウジアラビアの皇太子が AI のサミットを開催するっていう記事なんですね。アラビア語でもすぐに翻訳できる時代になりました。言語の壁はもうすでに越えられる時代になった。AI をやっている、私みたいな人にとっては非常に大事なニュースではあるんですけれど、今まで
そういうのが入ってこなかったところを翻訳の能力をフル活用してですね、我々は気づくことができるようになったんです。世界の政府であったり国連機関であったり NGO であったりっていうところの情報を届けるということを我々はやることで社会課題の解決をしたいということで、ユネスコからもグローバルトップ100のプロジェクトだねということで認定を受けてたりします。この言語の壁を破ったから叶う、これってすごいことなんです。前の時代にはできなかった。インターネットでそもそも知の国境というのはぐぐっと下がっていたんですけれど、ここに自動翻訳技術が加わることによって今まさに僕らは知の国境がなくなっている、その現場に立ち会っている、そういうふうに思って間違いないと思います。お客さんからはですね、まさにこんなものが欲しかったっていうふうに言っていただける方もいるんです。そういう方が見えているのがこういう感じですね。国際機関の方々から見えている景色、いろんな情報が自分軸でストーリーとして紡ぎ出されている方々がいらっしゃる。そういう方々から非常に感謝される一方でですね、インテリジェンス不足の人にとっては先ほどの情報はやはりただの点に過ぎないんですね。そして、これがですね、私が感じている日本の産業界の特徴になってしまっています。小田さんの解説とかレポートとかないんですかっていうことはやはり言われちゃうんですね。ちょっと考えてみました。なんでできる人とできない人がいるんだろう、何が違うんだろうか。これをやっている時にですね、脳が何を考えているかな、起きた出来事の解釈ができる力、そして別々の事象なんですけれどここが共通してるなと思って補助線を引ける力、歴史的に考えて過去の経緯と結びつけられる力、そしてそこから未来を次に起きうることに想像力を働かせる力、こういうものが必要な力だというふうに思います。日本の教育、和を大切にする教育で非常にいいんですけれども、やはり象徴的なのがこの長文読解で、この筆者の考えはどれでしょうっていうやつなんですね。北欧であったり英国アメリカの国々のものは、あなたの考えは筆者との違いは何でそう考えるのかということをやっていく。日本のものは和をもって尊しとなすの言葉通りですね、一定のいいところはあるんですけど、裏側から批判的に考えるとこれは全員揃って忖度の練習をしているというようなことも言えなくもない。これは非常にまずい状況です。産業界の方々が情報を読めなく、自分の軸で情報を読めずに答えを探しに行ってしまう状況になっている。学問の勧めにもあります。教育は一人一人の特徴を生かし引き出すものであるべき。1872年です。150年前です。全く同じことが今でも通用してしまうということです。今福澤先生が生きていらっしゃったら、当然先端テクノロジーを使ってこの問題を解決するんじゃなかろうかということで、私も要素を抽出してみました。自分軸で考えること、そして洞察力、そして答えを探すのではなくて自分で作る力、これこそが必要なんじゃないだろうか、こういうアカデミアを作られるんじゃないだろうかということで、私も今回2022年の7月に探究インテリジェンスセンターという新しいタイプのアカデミアを作りました。多くの日本にインテリジェンスが足りないと危惧されている先生方の多大なご協力を得て、現在第1期生が学んでいるところなんです。何を学んでいるのか。まずは探究という言葉、これは子どもの学習指導要領で最近よく見られるようになった言葉ですけれど、これは子どものための言葉ではないです。他人軸から脱却し自分軸で問い動く。僕は何のために生まれたのか、どんなことが得意なのか、どんなことをやりたいのか、こういう自分との対話をする時間がもしかしたら我々の教育人生の中でちょっと足りなかったのかもしれないです。自分の命の使い道を見つければ人はものすごく羽ばたいていきます。
そして2番目がインテリジェンス。知識じゃないんです。答えを探さない、自分の答えを考えていく力、これが大切だと。そして3番目が合意形成力。意見は違っていいんです。その違う意見を荒立てないように丸くして対立させない技術ではなくて、相違する意見を戦わせて、そこから知恵を導いて、その知恵でもって集団に貢献していく、こういうことが本質的に必要だろうというふうに考えて、この3つを柱に構築しました。そして探究インテリジェンスセンターを運営して分かったことがあります。インテリジェンスっていうのは特に大人世代に向いているんです。必要なんです。インターネット革命以降、我々は常に情報の波にさらされています。その情報っていうのはよくよく考えれば当たり前なんですけれど、発信する意図があって皆さん発信するわけですね。で、そこでですね、自分の軸をしっかりと持っていないと情報に踊らされてしまう。情報に踊らされないためのこのしっかりとした軸足を立てること、これが今の大人にとって必要なことでもあります。そしてもう一つ、朗報があるんですね。洞察力っていうのは年を重ねても伸びる。いろいろ脳の働きっていうのは加齢とともに落ちていくと言われることもあるんですけれども、トロント大学の発表によるとですね、この洞察力に関してはもちろん加齢によってある程度落ちてくるんですけれど、それを別の脳の部位が活性化することによって補い始める。そしてそれだけにとどまらずですね、脳の全体を使って考えていくので、洞察力は年をとっても落ちない、訓練次第で落ちない、伸ばしていける能力だというようなことを発表しています。これは非常に勇気づけられる話ですよね。彼女は私の94歳のおばあちゃん、春子おばあちゃんと言います。彼女はですね、自分の足で動き、自分の頭で考え、そうやって人生を過ごしてきた人です。僕の祖父が、私が小学校2年生の時に他界したので、それ以来ずっと一人暮らしをしているんですが、僕はこのおばあちゃんの家訪ねて行っておしゃべりをするのが好きで、今でも時々やってるんですね。何が楽しいんだろうっていうふうに今回ちょっと考えてみました。僕は新しい情報を彼女に期待しているわけじゃない。彼女はですね、戦争の時代を超えて、で祖父と一緒に会社を経営して、祖父の死後も自分の信念に従って生きてきた、いわば独立自尊の人なんですね。ああ、なるほど、僕はおばあちゃんのインテリジェンスに期待してたんだなと。おばあちゃんのものの見方で、僕がこう今考えていることを、分析して話してストーリーを作ってほしかったんだなというふうに気づいたんです。春子おばあちゃんのことを通じて思うんです。あなたの経験というのはあなたのインテリジェンスになり、次の世代に受け継いでいける財産です。命尽きるその日まであなたの役割は決してなくならない。インテリジェンスで独立自尊の人生を送りましょう。個人的にも社会的にも学びを楽しんでいきましょう。インテリジェンスのすすめでした。ありがとうございます。